皆さんこんにちは。今回は GSX Pro 用のプロファイルを作成するプロジェクトグラウンドサービス JP ですね。こちらについてご紹介していきたいと思います。この GSX Pro はですね、空港内のグラウンドサービスであったり、プッシュバック、VDGS、その他にもグラウンドサービス関連ですね、地上業務なども設定することで空港の方もより充実してくるんですが、設定項目がかなり多いため、一つの空港をカスタマイズするのにもかなり時間がかかります。そこで今回紹介するグラウンドサービス JP、GSJP ですね。こちらのプロファイルを使うことで、より現実に近づけたグラウンドサービスが再現されます。この GSJP はですね、有志の方々が GSX Pro のプロファイルを設定して公開してくれています。空港車両の配置やプッシュバックの種類もですね、かなり充実しているので、後ほどその辺もですね、見ていきたいと思います。はい、それでは本日もやっていきたいと思います。最後までごゆっくりとご覧ください。まずはですね、最初にこの GSJP のホームページの方から少し見ていきたいと思います。これから紹介するプロファイルであったり、このホームページのリンク、それぞれ概要欄に貼っておきます。現在この GSJP から出ているプロファイルは、日本国内の空港シーナリー合計15カ所となっています。また、プロファイルを使用する場合の条件は、大元の GSX Pro を導入していること。2つ目がこちらの対応している空港シーナリーを導入している必要があります。ほとんどのシーナリーがフライトシム .2 の方から無料でダウンロードもできますが、一部ですね MFSG などのシーナリーはシムマーケットの方から有料で導入する空港もあります。こちらのホームページの方では空港ごとにとても細かくですね説明もありますので、ぜひ一度目を通していただければと思います。導入の方も指定されているフォルダの中にですねプロファイルを入れるだけになりますので、非常に簡単になります。最後にそちらの導入の仕方もですね説明いたします。そしたら導入後の SIM 内の様子ですね、少し見ながら、紹介していきたいと思います。以前にも GSX 関連の動画はいくつか出していまして、乗客のボーディングの設定などをこちらでですね紹介はしているんですが、やはりかなり一つの空港でもカスタマイズするのが結構大変になるので、今回の GSJP で公開されたプロファイルを入れると、このようにですね乗客のボーディングから機体の停止位置、車両の方もですね正確に配置されるようになるので、 GSX でのセッティングを最小限に抑えられるようになります。空港によってはボーディングブリッジの当たり判定によって乗客のボーディングがうまく設定できないところもあったりしますが、 GSX の元の設定よりはですね楽しめると思います。さらに空港のボーディングブリッジのない置き止めのスポットでは、収録されている航空会社のタラップも設定されます。航空会社のロゴに関しては、このタラップであったりトーイングカーであったり、その他の車両などでも見ることができます。それぞれの空港によってこのボーディングであったり展望デッキにも人が歩く演出なども追加されています。ここまではですねボーディング関係少し見てきたんですが、次はプッシュバック関連ですね、そちらも見ていきたいと思います。はい、それではプッシュバックの方をやっていきたいと思います。この羽田空港によっては実際と同じようにプッシュバックの種類もですね数多く設定されています。まずは GSX メインメニューの5番ですね、こちらからプッシュバックをリクエストします。この後いつものグラウンドのスタッフが出てきて、準備が整うとですねセレクトプッシュバックディレクションが出てきます。プロファイルを何も入れてない場合はですね、ノーズをレフトにするかライトにするか、そのぐらいの選択肢しかないんですが、今回のプロファイルを入れるとですね、羽田空港で実際に行われているプッシュバックの種類ですね、こちらを選択できるようになります。また誘導路上までですねプッシュバックすることも可能になっているので、オンラインの管制システムを使用されている方にはとても便利なプッシュバックになると思います。今回はこの7番目のですね誘導路マイク2までプッシュバックするタイプですね、こちらまず見ていきたいと思います。
マイク2は真ん中の誘導路になります。ちょうどこの矢印のあたりでプッシュバックの方が終わると思います。今回は第2ターミナルの ANA 側なんですが、反対側の日本航空のウエストカーゴエリアでは航空機を45度だけ傾けるショートプッシュバックのパターンも再現されているということです。はい、プッシュバックの方ですね、しっかりとマイク上で止まってくれました。羽田のプッシュバックに関してはとても種類も多いので、様々なパターンをですね、指定してプッシュバックが可能になっています。次はですね、到着してからブロックインまでの様子ですね。こちらの方を見ていきたいと思います。到着後あるいは到着の前ですね、GSX の方からブロックインするスポットの方を選択できます。今回秋田空港の方の3番ゲートですね、そちらの方を選択していきます。こちらのセレクトハンドリングオペレーターですね、これで航空会社の方を指定することができます。今回は1番の ANA を指定しておきます。駐機場が近づくとマーシャラの姿も見えてきます。マーシャラの位置もですね、適切な位置に設定されています。前作の FSX でも GSX は導入していたんですが、停止位置を0で止めることができるとこのようにですね、マーシャラが踊ったりするんですが、ここ最近も全て0で止めた時もあったんですが、その時も踊ってくれることはなく、このマーシャラが踊る条件というのが未だにちょっとね、よくわからないんですが、稀にですね、踊ってくれます。到着後はですね、エンジンを切ってリクエストディボーディングを選択すると、車両の方も近づいてきて、その後に乗客の方もですね、機内の方から降りていきます。シナリによってはこのようにガラス張りのボーディングブリッジだと様々な視点から降りる様子なども見えて、より楽しめると思います。また空港によっては VDGS ですね、ビジュアルドッキングガイダンスシステムといって、航空機が止まる停止位置などの残距離などを表示するシステムです。この伊丹空港では今10番スポットの方に VDGS がついているので、ブロックインしてみたいと思います。あとこの10番スポット以外にもですね、JAL 側の方にも一部 VDGS がついていました。VDGS の方は羽田空港の方にもついているんですが、第1ターミナル側ではターミナルの方に当たり判定もしくは何かしらの壁があるのか、正常にですね VDGS の設置をすることが難しい場所があるので、その部分には羽田空港改良モッドの VDGS となります。はい、続いてはですね、この GSJP のプロファイルのダウンロード先、導入の方法ですね、見ていきたいと思います。GSJP のプロファイルはですね、こちらの GitHub から公開されていまして、どなたでもダウンロードすることができるようになっています。ページの下にはですね、説明など詳細も書かれているので、一度目を通していただくことをお勧めします。またダウンロードの方がですね、ページの一番上の緑色のコードと書かれたところですね、こちらをクリックしてダウンロードします。ダウンロードしたグラウンドサービス JP の ZIP ファイルですね、こちらをまず解凍します。その後解凍したフォルダの中を開きます。ここにですね RJCB から ROIG ですね、こちらのプロファイルをですね指定の場所に入れる形になります。全てのシナリオを持っていない方はですね、個別に、一つの空港であればその空港だけを指定の場所に入れてあげてください。入れるのがこの INI のファイルと PY と書かれたファイルですね。この2つのファイルで1組といった形になります。導入する指定のフォルダーですが、まず GSX が入っているドライブに行きます。次にユーザーですね。自分のユーザー名のところをクリックします。その後アプリデータですね。で、ローミング。このフォルダの少し下に行って、ちょっと読み方がね、わからないんですけど、VIRTUALI ですね。こちらのフォルダをクリックします。で、その中にですね、GSX っていうフォルダがあるので、こちらをクリックします。
で次が MSFS ですね。でここの中にですね、先ほどの INI ファイルと PY ファイルを入れる形になります。でこのフォルダー内に元からですね INI ファイルとか PY ファイルとか入っている場合は、別の場所にバックアップなどをしておくことをお勧めします。これでですね GSJP のプロファイルを入れたら MSFS を起動させてという形になります。はい、今回 GSJP についてお伝えしてきましたが、いかがだったでしょうか。 GSX Pro の方はですね、車両の配置からプッシュバックの設定であったり、大変な作業をですね、この GSJP のプロファイルを入れるだけで形になるので、ぜひ導入してみてはいかがでしょうか。この GSJP の今後の活躍もですね、非常に楽しみにしています。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。気に入っていただけましたらチャンネル登録、コメントもお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。